思考実験シリーズ。今年の哲学の授業も終わりに近づいてきました。皆さん、気になっている成績の方ですが、来週の月曜日から金曜日の間に、抜き打ちテストを実施します。聞いてないよ。テスト範囲は、これまで取り上げてきたパラドックスの中から、出題するので、しっかり勉強してきてね。ヨウムちゃんどうしよう。ノート全く取ってないよ。はい、ノート。でも大丈夫。抜き打ちテストは実施できないから。ありがとう。でも、テストは実施できないってどういうこと？抜き打ちテストってことは、私たちには予測できない日にテストが行われるっていうことでしょう。仮に、木曜日までテストが行われなかったとするよ。そうすると、テストは金曜日に行うしかない。でも、それだと金曜日にテストがあることは私たちに予測できてしまう。だから、金曜日には抜き打ちテストは行えないんだ。そして、金曜日にテストは不可能ということは、水曜日までテストがなかった場合、木曜日にもテストは不可能なんだ。同じように、水曜日にも不可能だし、火曜日にも不可能だよ。火曜から金曜日に行えないということは、月曜日にも行えない。つまり、来週、月曜日から金曜日までに抜き打ちテストを行うと言ってしまった時点で、抜き打ちテストは不可能なんだ。なるほど。ヨウムちゃん頭いい。じゃあ、テストのことは忘れて、アイス食べに行こう。出発ミョン。今回は抜き打ちテストのパラドックスを解説していくよ。ヨウムの言うように、本当に抜き打ちテストはできないのか、一緒に考えていこう。気になるね。まず、ヨウムの主張を見ていくと、私の、抜き打ちテストは、来週月曜日から金曜日に行われる、という言葉から、抜き打ちテストとは論理的に予測できないテストであると考えたわけだね。ここら辺は問題なさそう。次に、月曜日から木曜日にテストが行われなかった場合、金曜日にテストは行えないと考えた。そして、金曜日に行えないということは、木曜日にも行えず、水曜日、火曜日、月曜日にも行えないと考えたわけだ。つまり、来週月曜日から金曜日に抜き打ちテストは実施できない。これは、抜き打ちテストは、来週月曜日から金曜日に行われるという私の発言と矛盾する。私が嘘をついていないとすると、パラドックスが発生する。教師が、抜き打ちテストを宣言すると、抜き打ちテストができなくなるパラドックスなのか。ただ、本当にこのヨウムの推理は成り立つのだろうか？ヨウムは、月曜日から木曜日にテストは行われなかった。ということから、金曜日にテストは行えないと考えた。ただし、この推理が成り立つのは、実際に月曜日から木曜日にテストが行われなかった場合に限られるんだ。つまり、カッコ2が成立するためには、カッコ1が成立することが不可欠なんだ。カッコ2は、実際に木曜日になるまでは、成立しないんだね。すると、カッコ2の金曜日にテストが行えないということから、カッコ3の木曜日にテストは行えない、は導けないことになる。つまり、木曜日にテストが行えないと主張する場合に、実際に成立しているのは、月曜日から水曜日までにテストが行われなかったという事実以外にはありえないんだ。この状態では、木曜日と金曜日どちらにテストが行われてもおかしくない。よって、ヨウムの推理は成り立たず、いつでも抜き打ちテストを行うことが可能になる。なるほどね。金曜日にテストが行えないというためには、月曜日から木曜日にテストが行われなかった、という事実が必要で、金曜日から順番に、可能な日を狭めていくことはできないんだね。これをわかりやすく伝える例として、帽子の中の鳩の予想の話を考えてみよう。今、帽子 A か帽子 B、どちらかに鳩が入っている。運に頼らない方法で、どちらの帽子に、鳩が入っているか予想することはできるかな？運以外だと難しくない？しかし、ある男は予想は可能だという。予想は可能である。もし帽子 A に鳩が入っていなければ、帽子 B に鳩が入っていることが予想できる。だから、帽子 A に鳩が入っていなければならない。故に、帽子 A に鳩が入っていると予想できる。どうだろう。この男は帽子の中の鳩を予想できているかな？これって、実際に帽子 A に入っていることを確認しないと無理だよね。それだと予想にならないよね。ヨウムの方法は、この話の男と同じで、実際には、月曜日から木曜日にテストが行われていないことを、確かめた上でしか成り立たないことを根拠に、すべての日に抜き打ちテストができないと、考えようとしている点にもおかしさがあるよね。ただ、もし仮に抜き打ちテストを論理的に予想可能だとした場合でも、逆に抜き打ちテストはいつでも可能なんだ。どういうこと？つまり、ヨウムたちが、論理的に、来週、月曜日から金曜日に抜き打ちテストは行えないという答えにたどり着いたとする。
その場合、ヨウムたちは、抜き打ちテストは行えないと考えているわけだ。すると、どの曜日に、テストを実施しても、それはヨウムたちの予想に反する。つまり、抜き打ちテストは月曜日から金曜日いつでも実施できるんだ。完全に予想できていると、逆にいつでも抜き打ちテストが可能なのか。今回の解決方法は、20世紀に活躍した哲学者クワインのパラドックスの書相という本に、登場するものをアレンジしてみました。クワインは、科学哲学におけるホーリズムの概念を打ち出すなど、20世紀の英米圏の分析哲学を代表する哲学者なので、興味がある人は挑戦してみてほしいです。一冊おすすめするならば、論理的観点からという論文集が、経験主義の2つのドグマなどの主要論文が読めて良いと思います。ただ、難しめの論文が多いので、できれば図書館などで実物を見て購入するか判断してほしいです。ところで、ヨウムたちは結局どうなったの？ふふふ。結局、抜き打ちテストなかったね。そうだね。できないとは予想していたけど、ちょっと意外かも。本当、今までのパラドックスのおさらいと、感想文書くだけだったから、適当に終わらせちゃったよ。さあ、アイス買って、お家で一緒にアニメ見よ。感想文？もしかしてあれって？今回も、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画へのご意見や、今後扱ってほしい話題なども、ぜひコメントお願いします。このチャンネルでは、今後も思考実験や、哲学や心理学、学習関連の動画を上げていく予定です。高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、皆さん、お元気で。